調子良さそうやな。ぶち殺してぶち殺して今度アウトロー2人が戦うことで盛り上がることは絶対盛り上がるなっていうことで引き受けたんで、上から目線で舐めた態度ばっかり取ってるんで、そういう相手をぶっ飛ばして、どういうふうに態度が変わるのかなって。ここ帰る頃にはスーパースターになってます。ありがとうございます。一度は離れかけた白道に戻ってきたマジカルチョーク。渡辺修斗がライジンランドマーク旗揚げ戦オープニングマッチ再起戦に臨みます。負けたら終わりだと思いました。やっぱ勝って夢の続きを続けたいなと思って、もうめちゃめちゃ私が緊張してもう震えてる感じだったんですけど、殴る方の伸びた内藤信孝。この試合で内藤信孝がいいじゃんって思ってもらえるように、マジカルチョークもらう前に僕が彼を失神させようかなと思います。この2人の戦いから始まりますライジンランドマークシリーズボリューム1。戦いの秘境へようこそライジンランドマーク。いよいよ幕を開けました。さあここでタックルに行きます。やはり斉藤選手この形ですよね。渡辺修斗としては渡辺選手はやっぱりチョークのバックチョークの形を持っているので、はい、ここでどう持っていくかということですよね。まず足を刈り取って、そしてサイドポジションに入っていきました。予定通りは予定通りの動きができたの相手サウスポーなんで片足タックルからテークダウン取って、はい、そこからの勝負になってましたので、いよいよオープニングマッチ始まりましたが、そうですね、健吾さんはいかがですか。このやっぱ閉じられた空間というのはなんか異様な雰囲気ありますよね。そうですよね、はい、これまでに我々が感じたことのなかった独特な空気というのがありますよね。選手もやはりちょっと今までと勝手が違うというかね。そうですね、はい、さあここからチョークに入っていこうというところでありますが、さあこの形はダースの形に入ってますね。さあ斉藤選手どうですかこの形。結構もうクラッチまでいってるんで、早めに対処しないと。ダースチョークですね。はい、クラッチチョークですね。さあがっちりとしっかりと組みついています渡辺修斗、ダースチョーク。さあここから締め上げようとしている、しかし左足を動かしている内藤信孝。さあこの形ですが斉藤さん、はい、ここで決まった。仕留め上げた。1ラウンド、なんと1ラウンド一本勝ちを収めて再戦飾りました渡辺修斗。もう落ちるから落ちるから、落ちた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 、オッケー。マジカルチョーク3ぐらいですよね。めちゃめちゃ得意なパターンなんで、もう練習ではめちゃくちゃやるパターンですね。朝倉海選手に負けてこのまま格闘技から離れようかと思ったんですけど、やり残したことがあって戻ってきました。やっぱりまだセコンドついてる光一緒にライジンまだ出てないんで、俺一緒に光とライジン出たいっすね。むしろ俺出なくていいし、出なくていいって言い方いいんですけど、光だけが出て俺セコンドでもいいんで、光よろしくお願いします。特にセットじゃなくてもいいです。出れないのは私が弱いからなんで、もっとちゃんと試合で勝って自分の力で出るように頑張ります。笑顔で光する幸せだ。本当だね。何回経験しても嫌なもんで、この試合ってやっぱり勝った時は嬉しいっていうよりもほっとするのが一番ですね。それはやめた時もそうなんですけど、前回の朝倉海選手パウンドで強かった時も、これまずいまずい、ちょっとレビュー止めてくれって思った瞬間で止めてくれたってなったんで、よかったって親心じゃんですかね。ダメですね、大晦日出たいですね。前回のライジンでオリンピックレスラーの方が勝って大晦日アピールしてて、本当に
にオリンピック選手ってすっごい尊敬してるんで、もう美味しいとかそういう話じゃなくて、やっぱり同じ団体で同じ階級にそういう選手がいるんだったら、やっぱり僕もレスリング出身なのでオリンピック選手に触れたい、戦ってみたいっていうのはありますね。触れるなら掴めるんだったら誰でも取るよ。まだあと15年ぐらいやるつもり。日本総合格闘技界に生息する特別アシカン天然記念物、今成正和45歳です。さあ、右の肩には山岡町の名物寒天を抱えての入場となります。春日井寒天たけしです。僕の格闘技の寿命はそんなに長くないと思うんで、一花咲かしてやろうと思ってます。見てみたいカードが実現する秘密のファイトクラブ。さあ、第1ラウンドが始まりました。静かです。体をハスに構えます。黒いトランクスの今成正和。剣道小林さん、やっぱり今成選手ですよね。さあ、大阪大会で徐々にね、お客さんがどよめき出すという。そうでした、今成ロール滑り込み見せたんですが、逆に中に入っていくようにあえてしました、春日井寒天たけしです。セコンドにもついていますが、柔術家としても実力あります。シュート、戦国ではベルトも巻いた日置初選手がそのスパーリングを長く続けたそうです。くるみさんも特に今成の戦いにはかなり衝撃を受けてましたね。そうですね、すごい楽しみだったんですけど、グラウンドでパウンド打つっていう作戦だったんで、作戦は遂行したんですけど、やっぱ頭持ってくるの大変だなと思って、結構これが強くて、思ったんですけど。今成選手の足関節ってもう一瞬で決まってしまうので、本当に上に乗っても気が抜けないと思います。いわゆる破壊するんですよね、相手の一瞬で決まってしまうので。さあ、少しずつ足が上がってきました。さあ、下からオモプラットの体勢か、そのまま十字にいけるか。オモプラットはうまく体を寄せていきます。しかし今度は腕に、さあバーにもいけるか。自分の足で挟んでこれ防いでいます。どうですか、斉藤選手。これ一瞬の隙逃さなかったですね。一本ダウンで決めました。今成正和本領発揮、足ではなく腕を破壊しました。45歳。さあ、剣道小林さん、手でした。ちょっとヒヤッとする角度で決まりましたよね。一発のそのバチッていく決め力、強力でした。腕もできるんですよ。もう腕がボキボキってなって、で前としないですよね。だからこれ以上どうしようかなって思ってセットし直したところで前としてくれたから、そうかって感じです。腕がちょっと壊れちゃったんで、多分骨折脱臼してると思うんで、もうそうですね、ちょっとここで引退しようかなと。志村道場と山岡町を全国区にしたかったんですけど、もともと僕はそんなスポーツも得意じゃないですし、それでも頑張ってここまで来れたのは自分の中で誇りにしたいなと思っています。応援してくれた皆さんありがとうございました。ほっとしてね。いや、あれは痛いよ。痛いよ。目標としては何歳ぐらいまで狙ってるんですか。とりあえず65ぐらい。あと20年ぐらい。おい鈴木、おらお前キックボクサー知らんけどよ、怪物狩りしたるからよ、覚悟しとけ。プロレスラーがなんか舐めたこと言ってくれてるんで、マットを舐めさせてやったらよろしく。
別にキックボクシングをやるつもりもないし、僕なりの MMA をやりたいですよねっていう。誰もいつもやってるから、もうすごいチャンスがある。その後にも問題ないね。だからもう本当に面白い。絶対みんなお楽しみに。変化をかけてきたプロレスラー破壊へ、怪物君の時計の針が動き始めました。鈴木宏明がなんとライジン初参戦、しかも何でもありの総合格闘技 MMA デビュー戦を迎えることになりました。さあいよいよ始まりました。異様な空気に包まれているライジンランドマーク。いやー、斉藤選手、この一戦いかがですか？いや、鈴木選手の MMA デビュー戦ですか。そうですね。どういったこの動きというか対応しているのかっていうのはすごく興味あります。右ストレート。プロレスラーで MMA 挑戦はね、いつでもこうワクワクさせられるっていうのがありますもんね。そうですね。勝手に自分の頭が判断したもので戦おうって思ってるので、その時動くものっていう自分の脳みそが勝手に判断してくれればいいかなって、そんな感じの試合ですよね。奥田圭佑のこの MMA というのは斉藤選手の目にはどう映ってますか？そうですね、打撃もいとわないというか、好戦的なスタイルだなというふうに思いますね。そうですね、オーソドックススタイル奥田圭佑、サウスポースタイルは鈴木になりますが、さあリングの中央、今度はスタンドの攻防になります。ケンコバさん、このハイキックですよ、怪物君。右ストレート飛び込んでいった、ノーモーションから入っていった。しかしサイドフック上がっていった、左でストレートパウンドを放っていく鈴木宏明、これが怪物の最高だね、格闘技。いやー、やっぱ試合っていいなと思って、本当に。でもまだやり足りないですね。なんかこの体が温まったところなのにっていう感じではあるんですけど、この舞台でのし上がるためにね、来陣にやってきたんで、ここからのし上がっていきます。それではですね、こちら放送席からもですね、お話を伺いたいと思いますが、オーディエンスの歓声は聞こえない。蓋をされた暗渠のような殺伐の闘技場。追われる者より追う者のが強い。これまで時代は証明してきています。萩原恭平、見守られることもなく、ここでライジンのエース交代劇が起こるのか。笑っています。戦いたくて仕方がない、あの頃の朝倉未来の顔です。地下格闘技からのし上がってきた似た境遇の2人。1人は YouTuber、 実業家の顔を持つ日本一稼ぐ格闘家。1人はその地位も名誉も総取り、ライジンのシンボルの首を狙う若き殴り屋。圧勝か、それとも若きアウトローが全てを奪い、ライジンのシンボルが全てをなくすのか。視線がスパークする。ここは殺伐の闘技場。さあまずは中央を取ります。左足前の萩原恭平です。右足前のサウスポーの構えが朝倉未来、インロー、足が流れました。早くもさあまずは体高い朝倉未来が打撃に付き合うのか、それともテイクダウンも混ぜてくるのか。斉藤選手、そこですよね。そうですね、今まだ見てると思うんですけど、ちょっとずつ攻撃出しながら変えていくんじゃないですかね、戦略を。インロー、さあショット取ってきた。さあ上を取りました。萩原君ってバシッと入ってきたタックル、ダブルのタックルには強いんですけど、構え的に僕が使ってた無双がめっちゃ入るなっていうのに気づいてたんです。リスクを負う必要はない、相手の弱いところで戦うのが MMA なんだと話している朝倉。あそこで下からああいう肘とかそんな攻撃できるのって本当にメンタル強いやつしかいないんで、日本の選手の中でも見ないぐらいメンタル強い選手だと思いますよ。
朝倉選手もバランスを保ってパスガードのプレッシャーとかかけているので、そんな簡単には立てないのかなっていう動きを見ていると。左はガードを越えた、さあサイドポジション取れそうです。脱出できそうだ。振り付け来た来た、さあ上になりました。バンドを通していく、容赦なし、怖いもの知らず萩原恭平。体の強さが思ったよりあって、分かってしまえば何でもないことだったんですけど、最初なんかそこまでの想定をしなかったので。今たらればなるんですけど、そこで目付けに行った後付き合わんとそのまま打撃の勝負に持っていったら展開が変わってたのかなと思いますね。第2ラウンドが始まります。この2人だから、この2人が見たい、この2人の戦いが見たい。しかしわずか1年前までは誰だこの選手、そう言われていた萩原。ローキックを思いっきり蹴っていきます。しかし目は離しません、お互いに。お互い喧嘩を伝えられる体制なんですけど、位置の取り合いをしてますね今は。お互い同じことを考えていると思います。左ミドルの変則の動きです。どうしたいというところでしょうか。まず距離をしっかり固めて、もう決まったら一気に行こうと思ってるんじゃないですかね、お互いに。さあまた来た、同じ体勢だ。同じ倒し方でしたね、1ラウンドとね。このテイクダウンうまいですね。右手は足の裏にこう触るようにしながら。削っていこう削っていこう。ライジンの象徴、その交代劇を狙います萩原恭平です。しかし下になっています。ブリッジで返していく、立ちました。しかし右手が首に回っています。プレッシャーかけながら、ここ膝、この膝危ないですよね。そうですね、顔面をもらうとダメージが。もう一つソフトも入った。うまくしかし右すくいながら、いやいやまた戻した。左足の後ろバックに回る。バックチョークもあるか。右の腕注目。リストを握りながら一つ攻撃は出しましたが萩原です。1本取りたかったんですけど、やっぱり柔術の先生が教えてるんで結構対応が重くなってたというか、1本取らせない力が上がってたなっていうのはありました。膝のフェイント、右のフック、遠い位置から斉藤選手、左ハイキック得意だ。そしてまたテイクダウン3発目。左のハイキックからタックルでしたね。ああいうものがあったからこのテイクダウンできたってことですか。そうですね、チラシになってますよね。ガードが上がってたんで。左の膝だ。そして鉄槌、うわー止まらない。鉄槌の連打、雨止まらない左の拳に。肘入れていい、肘今入れていい。近かかりの2人。うわーすでに早くも目が腫れてきているか。111日前クレベル小池戦、顔面を腫らしながら、そして意識を失った朝倉未来です。萩原君の目があって疲れてたんで、ちょっと動けよって言ったんですよ。それでちょっと笑っちゃったっていう感じです。うわーここも肘を落としていく。まっすぐに落としていきます。垂直に肘を落としていく。マットとバウンドして逃げる場所がありません。力を逃す場所がありません。涙のように左からつつっと流血、そして逆側を向くと膝が待っている。回して落とす膝、今度は鉄槌。残りが10秒を切った。そして立ち上がるか。膝を立てながらパウンドを落とす鉄槌か。ここで戦いが終わりました。朝倉未来見下ろします。赤朝倉、ジャッジを破る赤朝倉。判定3対0、イラリマスディシジョンです。クレベル戦の失神負けから111日、再び日をまた昇る朝倉未来、萩原恭平を下しました。 MMA としての強さを見せる試合というか、あとはしとかないといけない試合だったかなって、この先に行くために自分が経験しておかないといけない試合だったかなっていうところですね。本当はなんかね、お客さんが盛り上がるような試合を見せるのも選手としての義務なんですけど、今回は俺自身も追い込まれてたし、やっぱりここで負けたらいろいろ失うものでかいじゃないですか。だからなるべくリスクを減らす戦いをせざるを得なかったっていうところですね。
しくないぞ。はい。笑ってんだよ。確かにこの一斉にかけてきたもんな。全然らしくない。勝負してくる気なかったもん。そうですね、生かされても自信あったんですけど、なあったよな。俺も今日変立てるから絶対立てるって思ってるからそれ俺そこだけマジでもう一個やったらさ、敵おらんからね。なあ、ストライカーがな。はい。レスリングがなあかんすね、マジで。ファイトストライカー変えんとな。はい。プラスね。まあシンプルに負けましたね。向こうの方が強かったですね。コントロール力というか、そのトップコントロールが自分は僕が想像してた以上に強かったかなって感じですね。まあこのまま終わるつもりはないんで、楽しみにしとってください。絶対強くなって帰ってきます。斉藤選手とクレベル選手、2人にやり返すためにすごいきつい練習を始めて、毎日過ごしてきました。よかったら対戦受けてもらえたら嬉しいです。お願いします。すごく強くなったところとか、近くで見れたので、またなんか対戦の機運が高まれば、はい、楽しみにします。僕も、あとは流れに任せてですね。お願いします。次の対戦に向けてちょっとゆっくりしたらまた地獄の追い込みをしていこうかなと。フェザー級ほど熱くなってきてるなって感じます。でも今はなんかそういう人たちにはとりあえず男女いなくて、斉藤選手とクレベル選手がやり返すところで生きてるんで、とりあえずやり返したいっていうことだけですね今は。実力は本当にあるじゃないですか。なんでとりあえず、1年前の雪辱をちょっとかわしてもらいたいなっていう。ライジンのチャンピオン見ると俺じゃ似合わないと思うんで、それを巻きたいってとりあえずはリベンジですね。みんな幸せでいいんすかね。